にちは、くまみきです。今日はね、ちょっといつもと違う感じのカメラの位置ですね。ちょっと今、大変急いでおります。お母さんからリンゴが送られてきたんじゃなくて、届けに来てくれたんだ、お母さん。お母さんありがとう。そう、リンゴをもらったんで、ちょっと今日は炊飯器でリンゴジャムを作っていこうかなって思います。で、私最近料理するんですけど、どうしても皮むきは苦手なんですよね。なので皮むきはちょっとピーラーでやってみようかなと思います。なんかクックパッドで調べたんだよね。まず上をぐるーっと、あれです。手袋してないけどどうせ全部自分が食べるので手袋なしでいきます。はい、上向いた。でお尻の方もくるーっとむく。グッていっちゃった。どうしよう。はい、お尻と頭向いたら、あとはこうやって見ていく。楽、めっちゃ楽。包丁の皮むきどうしたらうまくなるのかな。あと10分ほどで家を出なきゃいけないですけど、この速さならいけるかな。私リンゴは生のシャキシャキしたリンゴはあんまり好きじゃなくて、子供の頃からこのシャキシャキ感があんま得意じゃないんだよな。で煮込んだりとか火通すとすっごい大好き。あとリンゴジュースも大好きだから、ちょっとねリンゴジャムにして消費しようかなと思います。はい、めっちゃ早い。これ早いしピーラーだから無駄がなくていいね。もう一個。ほい。これねあれかも、大量にリンゴむくって人はこっちのピーラー使ったやり方の方が楽なんじゃないかな。手が疲れない。ほい。でもさ、包丁でくるくるくるって途切れずに1個分むける人ってやるかっこいいよね。いつかそんな人になりたいけどちょっと皮むき自信ないんだよな。はい、2個皮むけました。そしたらリンゴってどうやって切るんだっけ半分にするか。半分種を取ります。急いでるから怪我しないようにしなきゃ。怪我をしたら動画出せなくなる。まな板が狭いよ。よいしょ。はい、全部切りました。でジャム何切りがいいんだ。すごい考えないで切り始めちゃった。何切り？角切り？イチョウ切り？いっか、適当にいくよ。自分が食べるってなるとものすごく適当になるんだもういっか。何切りがいいんだろう。なんとなく角切りっぽくいきましょうか。はい、なんとなく角切りでどんどんいきます急げー。ちょっと私のね包丁の手つきはあんまり見ないでほしい。カッターとか包丁とかの刃物系はなんか知んないけど昔からね持ってると先生とかに「ちょっと貸してごらん」とか言われてなんか下手くそみたいです。でも下手でもね一応形にはなるから大丈夫。よし、そのうち上手になるよ料理動画とかもっとやりたいんだけど、包丁のね手つきとか見られるのが多分ね下手くそってめっちゃ言われるなと思って、それがネックでなかなかねあんまり出してないですね。はい、あんま包丁を使わない料理だったらそれなりに出していきたいですが、見て、フライドポテトみたい。美味しそうこれ結構大量にできそうだけど消費できるかな。もしかしてもう家を出る時間かもしれない。どうしようリンゴ色変わっちゃうから、うわー遅れちゃう。めっちゃ大量。やばいよーし、ラストめっちゃいっぱいじゃーん。こんないっぱいになりました。白米4合ぐらいね。そしてこの切ったリンゴの上にお砂糖 80g かけちゃいます。70から100の間ぐらいかな。甘さはお好みで調節してください。そしてここにレモン汁を大さじ1かけます。こんな感じになりました。でこれを炊飯器で炊いていきます。そのまま炊飯器に入れて炊飯スタート。オープン。美味しそう。全然お砂糖かけた後混ぜたりしなかったんですけど、ほら
もう全部が綺麗なゴールドですね。黄色っていうよりもゴールドって感じ。綺麗に均一に混ざりました。すごいトロトロしてる部分があって美味しそう。じゃあこの出来たてを食べてみたいと思います。熱い熱い熱い。ちょうどいい甘さ。やばい、これ止まんないかもしれない。これスイッチ入れる前はね、白米の4合ぐらいの線まであったけど、火通した後はね、だいぶかさが減って普通に1合もない 0.5 合分ぐらいまで小さくなりました。鍋だとね、こうね、煮詰めてずっと見てなきゃいけないけど、スイッチ入れるだけでできるんで、よかったらやってみてください。私はこれをパンに塗ったりヨーグルトに入れたり、あとね、余裕があったらアップルパイとかワッフルとか作ってそれに添えて食べたいななんて思います。もしおすすめの食べ方とかあったら教えてください。以上、今日は炊飯器で簡単にできるりんごジャム作ってみました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして YouTube には字幕作成機能っていうのもあるので、こちらもぜひぜひご協力お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。